ょっとチャラくしました。かっこいいですね。だいぶやりましたね。後ろから見てかっこいいなと思って。35万円ぐらいですね。これ作る幅広げればスケール引っ掛けれるので。あやの小勝負アイディアがすごいですね。お疲れ様です。あややんの腰道具はね、この前、もうあれいつでした？大方1年。1年前ぐらい。まあ、もともとこれがベースだったんですよね。前のやつは。そうですね。作り方似てますね。このベルトループとかも一緒。ベルトの。前のは前ので、あの状態でまだ家にあるんですよ。おるんですか？はい。ほうほうほう。ということで、前の動画はまあ、こっちに置いとくんで、振り返りで見てもらったらいいかなと思うんですけども、その頃からね、新しいの組もうと。そういうことで。これをまず作ろうとやったはずですよね。そう、これがあの時にはもう注文してあって到着待ち状態です。で、みんなが赤タグ作り出してるのを見て、そうですね。勢いで買っとったんですよね、これ。そうですね。まあ、これを組むにあたってどう組もうかなっていうシミュレーション的なのも含まれて、こっち作ったっていう感じですね。っていうことですね。はい。まあ今3つあるけど、多国籍はもうほぼ使っ多国籍は、まあ、雨降る時とか、外用で。これも外用ちゃうんですか？これも外用のやつだったんですけど、この辺革にしちゃったんで、まあ使うことないですけどね。まあこれが今一番使い馴染んじゃったんで、もうほぼほぼこれがメインになってますけど。稼働率が一番高い。そうですね。これがまあその家とか新築とかですか？そうですね。汚しにくい仕上げとか、まあ仕上がってるところのちょっとした改修工事とかで、多分だいぶ長くなると思うので、まずこっちからいきましょうかね。そっちからいきますか。赤タグのやつですね。まずこのやっぱり補助体が目立ちますね。そうですね。この補助体はまあ前の腰道具と同じように自分でこのワンタッチのベルト見つけてきて作ったやつなんですけど、今回ちょっとあれと違うのが、この中状体自体がここのまあこのサポーターとメインのベルトのズレ止めが普通縫い付けてあるんですけど、このデンさんのやつここボタンで外せて動かせるんですよ。自由な位置に。こいつを違う場所に動かせるんですね。そうなんです。で、こいつがその稼働できるのもあったので、まあこの補助体を止めるためのベルトループを、これも普通のタイダウンなんですけど、まあ Amazon に見つけて、で、自分でこいつにミシンで縫い付けて、ほう。で、2個1にしてるんで、普通やったらこれとまたこういうのがあるから2列分のスペースいるんですけど、これ縫い付けたことによってこの1列分のスペースでいけるようにやっちゃいました。これのスペースってどうしようもないですもんね。どうしてもね、これがないとやっぱこれがずれちゃうんで、必要なスペースなんでね。それをまあ有効活用したんですね。そうですね。これはこういう短いので売ってるんですか？あ、この対談ですか？これは2メーターのやつを買って切って炙ってほどけないようにして、あとはもうミシンでちょっと補強したりとかしてループ作って通してるんです。でオレンジで探して。ミシンとかできるんですね。そうですね。ちょっとしたことやったらすごいな。ちょっとこれ真似したい人はあややに連絡してください。ここをわざと通してるんですか？そうですね。まあレベルホルダーちょっと大体みんなアルミのやつとかでここにアタッチメントつけてするんですけど、ちょっと革ね、せっかくなんで使いたかったんで、どこにつけようかなって考えた時にちょうどここスペースあったんで、ここにパイプ入れてでぶら下げるようにしてます。すごい。でもさっきと同じ原理ですよね。そうですね。これとそうですね。ちょうどここ輪っかになってるんで、この隙間にこれをボルトを入れたみたいな。そうですね。場所的にも取りやすそうですね。腰袋の間ぐらいでちょうど取れる場所なんで。いきなりすごいアイディアが来ましたね。サックいきましょうか。いきます。これはニックスにそんなに詳しくない僕も気づいたんですけど、ところどころこのそうですね。これチタンの補強プレートですね。曲がってくるんで、赤タグには普通は入れれないんですけど。入れないんですか？そうなんです。ちょっとこのニックスのこのワッペンが裏まで塗ってあるんで、入れようと思うとこのワッペン一回ほどかないといけないんで、普通は入れれないんですけど、ちょっと強引に入れてます。ワッペン一回外したんですか？外さずに、ワッペンのこの横の部分のこの裏地だけをほどいて、縦だけで今止まってるんですよ。であと剥がれないように裏から接着剤入れて接着剤で貼り付けてる状態ですね。今はもう補強プレート入りか補強プレートを入れる前提の赤タグばっかりになってるんで、もうこの技使わなくてもプレート入れれるようになってるんですけど、その時はそういうのがなかったから、そうですね。無理やりというか。そうなんです。補強プレートはこの間に入ってるってことですか？これ裏見てもらったら分かるんですけど、ここに入ってます。おお、ほんまや。がっつり入ってる。
これいるんですか、補強プレートっていうのは。やっぱりね、この特にペンドラ刺してるとこはないと、ここやっぱ反り返ってくるんで、ビットがね太ももに刺さるんですよ。ありますね。これ入れることによっても全然刺さらなくなるんで、もう現場の中で歩いてても全然足が痛くならないんで。補強プレートと繋いでるんですか。そうですね、ここは穴開いてるんで、このハトメでかしめて留めてます。ここは直焼きですか。はい、自分で炙りました。チタン。チタンなんで、せっかくなんで炙ろうと思って綺麗ですね。焼きました。なんでこっちも入ってるんですけど、こっちちょっと焼きすぎちゃったんでもう白くなってますけど。失敗ってことですか。失敗ですね。ちょっと難しいんですよね、加減が。今オレンジのパイプ持ってるんですか、ミックスは。いや、それは自分であまり大きい声で言えないですけど、自分でアルミのパイプ1メーターとかで、はい、それで塗りましたね。そういうペンドラゴン持ってるんですね。そうですね。確かに太さが違いますね。そうなんです。ちょっと細いんですよね。純正のパイプがね。これも純正じゃない。これはこの中に純正のパイプ通すんですよ。通せるようにちょっと太めの直径になってるんで。まあ言うたらもうこれは見栄えですね。そうですね。いらんっちゃいらんってことですよね。いや、これの中にこのチェーン通してこれでぶら下げるようになってるんで、この補強プレートに先っちょにこの輪っかがついてるんですよ。これは純正ってことですね。そうです、そうです。あ、そういうことか。で、この中にアルミパイプ入れて、ボルト入れて、吊るすためのこのループ部分ですね。それでチタンなんですね。そうなんですよ。これもあれですか、改造バージョンですか。そうですね。これはまあいわゆるマスダ式ですね。今はもうね出てるんですよね。出ましたね。3段にできるやつ。当時はなかったから。当時はなかったんで、この増田さんがやってたんでアイディアを頂戴しまして作りました。こういう感じになってます。まあでも別に普通というか、もともとはここになんかあるんですよね。もともとね、ここにベルト通すんですよ。あ、そっかそっかそっか。チェーンタイプがないんで、チェーンタイプじゃないのに、まあチェーンくっつけてる状態なんで。無理やりやってるんですね。で、こんな長いボルトも売ってるもんなんですね。この長いボルトは売ってますね。5ミリのボルトがちょうどなんで、ミックスのボルトの太さなんで、それをホームセンターで買ってきて切って作ってます。このパイプとかも、それは自作ですね。で黒で塗装ですか。そうですね。それ塗ってるだけですね。上に入ってますね。革のベルトループにこのハトメでフックくっつけて、ここにビニールテープ引っ掛けるようにしてますね。これキットあるんで、専用の工具もついてるんで、結構簡単にできるんですよ。Amazon で1セット1000円とか安いですね。でここにスペース節約で。そうですね。スケール引っ掛ける状態の。この変わったスケールですね。それもちょっと改造してます。田島なんですけど、ちょっと僕の改造が入ってるんで。どうやるんですか。これはね、ここがへこむんで、このへこむところにフックを引っ掛ける。なんで普通のセフじゃなくて引っ掛けれるようになるタイプの金具なんですよ。取るときはこうか。そうですね。これは前の腰道具から使ってるやつですね。これは何のためについてるんですか。ここにねちっちゃいこのパーツボックスあるじゃないですか。ベルトに引っ掛けれる蓋ついた透明のね、圧着とか入ってるやつ。そうですそうです。あれをここに引っ掛けるんで、CE 入れたり。そうですね。のためにこのループベルクロ通信屋さんが使ってるケーブル束のやつですね。そうしてます。ここに必要な時はかけると。そうですね。これもなんかやってますね。レベルホルダーを上下逆付きにしてちょっとパカパカしないように印白く留めてペン入れにしてるんですけど、上下逆っていうのはこのベルトループがねほんとこっち下なんですよ。でそれを上向きにしてひっくり返して留めてるっていう、これも増田さんがさっきやってたんで。増田式。これは普通の赤タグのこれにセットのやつですね。セットですね。本来ならばこれがこういう風にあってブラーンとなるっていう。そうですね。なるんですけど、それをひっくり返して上向きにしてる。確かにね、これだけで1箇所取られたらちょっとあれですもんね。他の道具を入れにくくなるですもんね。そうなんですよね。これな。どうしてもね右手にねやっぱペンホルダー欲しかったんで、ちょうどいいのがこのレベルホルダー入れやったんで。ただこれちょっと深いんで、このままペンとか入れると中まで入りきっちゃうんで、これ中に今スポンジ入れてるんですよ。そこ止めるとこね。ほんまやったらこの辺まで。これはまあいけるか。このマッキーとかがねこんなんなるんですけど、取りにくいね。だからここでつままないと取れなくなるんですけど、これ今ここで止まるようにしてるんで。これ自体は何ぐらいなんですか。4000円ほどですね。4000円でこれもついてるんですか。4000円でチェーン
まあ、これちょっとチェーンアルミに変えちゃってますけど、はは普通鉄のやつがついてますね。リーズナブルにというかカスタマイズできますね。そうですね。これいいですね。結構レベルホルダー入れは使い勝手よくて、ちっちゃいアッペンなんかもここ入るんで、これぐらいのハンディサイズのやつです。はいはいはい、あれなんかスポンと綺麗に入るらしいし、であランかしめるやつもちょうどいいサイズで入るらしいんで、みんないろんな使い方してますね。これはいいですね。俺も買おう。これもじゃあ同じ。そうですね。でこれも普通やったらここまで入っちゃうんで、はいはいはスポンジ入れて取りやすい高さに。どこで買うんですかスポンジは？まあ、ホームセンターとか行ったらゴム板とか売ってるコーナーの横にそのウレタンの塊が売ってるんで、これちょっとワックス塗ったりする用のスポンジがいいやつなんでそれ切ったんですけど、ちょっとこう固めな。そうですね、弾力性のある、まあ、ウレタン系のスポンジを買って、まあ、大体これの大きさ、まあ、プラス2ミリぐらいで買ってギュッと押し込んどけば、ひっくり返してもまあ落ちてこないんで、これちょっとちっちゃめちょっとちっちゃめにしてるんでちっちゃくしたらこうなっちゃうと。そう、すぐ出せるようにして、ここはねレベルホルダー以外にそのアッペン入れたりすることもあるかなと思って、はいはいはい、そのすぐ出せるようにしときたいなと思って、流動的にそうです、いろんなことできるように。そうなんですよ。だからこっちはパツパツにしてるわけです、こっちはもうペン固定したかったんで、はい、ギュウギュウで入れてますけど、ここはインパクト。ここインパクトかけですね。でこれもこいつのこの上の部分なんで、レベルホルダーの。へえ。もともとこれついてないんですよ。はい。なんで自分でこれアルミ曲げて作ってリベットで留めて。これフラットバーですか？フラットバーです。フラットバーを器用に曲げたんですね。そうですね。ペンチで曲げて曲げてして、で裏に当て板入れてリベットでかしめてっていう。要するにこういうこともできるんですよね。あ、これはまあちょっと横幅が無理か。あ、そうですね。ちょっと横幅が足りないかな。まあでもこのインパクトの裏を。そうですね。これ作る幅広げればスケール引っ掛けれるようになるんで。あやの胡椒はアイディアがすごいですね。改造したとこといえばこのナイフサックですかね。このナイフケースがもともとこのチェーンタイプ用じゃなくてこのベルト通すタイプなんで、ここが広いんですよ。ベルト通せるように開口部がね。ああ、そういうことね。それをチェーン通すと、はい、持ち上げたりとかするときにこう動いたりするんで、ちょっとそれ鬱陶しいなと思ったんで、はい、中接着剤塗って圧着してもうパイプの幅にしちゃったので、だからもう持ち上がらないんですよ。すげえ。ちょっと抜きやすくなってます。これ革なんですね。そこは革ですね。これ布のやつがないんですよ。あ、そうなんですか。はい。長さが結構まあバラバラというか場所によって違うじゃないですか。はい。なんでなんですか。こうベルトをつけた時に自分の手の届きやすい、抜きやすい高さをいろいろ組み合わせたら今このまちまちの高さになったんですよね。あ、そうか。これやったら近すぎたらここにすぐ当たるから。そうなんです。取りにくいからちょっと伸ばしてここのクリアランス取ってるのと、まあこれもペンチもあまり背高いとちょっと抜きにくかったのもあって、でペンドラ入れはここが長いんで、はい、最初2段にしてたんですけどちょっと下すぎたんで1段抜いて上に持ち上げてます。3段のダストカップ、3段の腰袋、3連のサック、インパクト&ドライバーで3連、これとこれは同じですね。同じですね。はい。でナイフ刺し、あとハンマーが刺さってたりソケットがあったりってことで、結構今まで道具以外のサックとか取らせてもらったんで、次回は道具編行こうと思います。はい、はい、ってことで、まあ、引き続きありますので見てください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ちょっとあややの腰道具が結構こうカスタマイズしてるところが多かったんで道具にたどり着く前に結構長くなったんで、今回道具編は道具編でいこうと思います。ってことでいろいろ道具、つけられてるんで、はい、見ていきます。はい、これ何するやつですか？これはね、もう最近流行りのLED の充電式のライトなんですけど、これ結構明るいんで。普段ねヘルメットにヘッドライトつけてはるじゃないですか。はい、なんでこんな別でいるんですか？ヘルメットがいらない現場とか入った時とかに、あとまあ懐中電灯だとちょっと極小的だったりとかするんで、これ結構スポットで照らしてくれるのと、あとフックになってるのとマグネットついてるんで、まあバン触る時とかバンの蓋に貼り付けてとかできるんで、これが結構便利で、あとまあこれUSB のタイプ C で充電できるんで、電池交換いらないんで、まあ電池ちょっと切れても車で現場移動する間に十分充電できるんで、40分ぐらいで満充電なのかな。あとね、こっちそうですね、めっちゃ明るい。結構明るいですね。2段プラスフラッシュなんです。ちょっとアップさん見てみましょうか。見ていいですか？今ねここの部屋の電気は消してるんですけど、3段階2段階2段とフラッシュ、これすごいわ。
普通に見えますね。何本ぐらいですかこれ？それでAmazon で買うと2個で1000円とかあ、安っ。なんですよ。リーズナブ結構ねこれね売ってるお店によってル。はい。売ってる場所とかによって値段まちまちなんですよね。最安がその2個で1000円クラスが最安でしたね。一番高いとこやったら1個2800円。多分物はほぼ一緒だと思うんですけど、慎重に選んだ方がいいってことですね。そうですね。これだけついてるのは何なんですか？あ、それねちょっと外れたんです外れて、行き場所なくなってまたつけてる状態なんですけどこの青いのは何をするやつですか？これは3部のずん切りのネジ目を直すための、タップですね。ちょっとネジがダメになってるやつを修正するみたいな。そうですね。よくずん切りカッターとかで切っても刃が悪くてはいナット入らないってなった時にこれでちょっと一回通してやったらネジが綺麗になるんでナット通るようになるので、それのためのものですね。これいいですね。腰道具にこうやってつけといたらそういう時ってふと訪れますもんね。そうなんですよね。もうでそれ結構イライラするんで、ね加工場まで取りに行くのもだるいしね。そうなんです。これはやっぱ1個あると便利です。絶対電気屋さんずん切り触ると思うんで。ね。これは後付けですか？このフックというか。これはどうなもってるの？ともとこれは例のさっきの水平器のあれですよね。そうですね。でこれもともとハンマーサックベルト通せるようになってるんですけど、溶接もしかして。いやこれリベットでちょん切ってリベットでこのベルト通すベルトループの部分を切って縮めてチェーン通せるように金具つけて合体させてるだけなんで、なんかそういうことになってますね。はい結構ゲテモノなことしてますけど。ソケット多ないですか？ソケット多いですなんでなんですか？やっぱ店舗とかちはいょっと改修工事やってるとどうしても穴開けたりはい。とかが多かったり、いやこっちのソケットです。プラスばっかり3つもあるからでここにも1個ついてるでしょ。そうですね。 4個もある。これはこいつはペンドラ用の予備ですね。予備。たまにこれなくなるんで、予備が1個。でこれがマイナス兼用なんねで。す。でこいつはこっち3番なんですよ。はいはいはい。3番と2番なんでそれで刺してます。そういう分け方をしてるんですね。はい。でタケノコ。タケノコ2種。これはずん切りの直しですか？そうですね。これはバリ取りですね。ずん切りのベッセル。ベセル。ほんならこれもあるじゃないですか。はい。もう先っぽだけやったらもうこれでいっちゃうと。それでいっちゃいますね。途中がやられたらこれでいくと。そうですね。うんもともと天井で垂れてるやつを切ってちょっとバリ出た時はもうこれで一気にガーッとペンドラで。いっちゃいますね。はい。これはボードとかをやってるんですね。そうですね色的に。最近ちょっとボードやってるんで真っ白になってますけどでこれが店舗で穴開けることが多いんですね。そうですね。なんでタケノコと5ミリとはい。ずん切り触るんでずん切りの目直しとが上がってます。あれですね。閉める系あんまりないですね。ソケット。ソケットとかはね使う都度に出してくるんでそこまでしょっちゅう使わないんで今外れてますけど、17だけはね刺してあるんですよ。17黒金が多いんですね。はい、17黒金のレース用がいます。はいはいはい。でここももう一個ぐらいさせると。そうですね。こいつ一応予備で開けてます。はいだから19入れるようになったらここに19が来たりとかしますね。鉛筆多いですね。鉛筆多いですね。こんないりますか？これは全部いるんですよ。なぜですか？全部これ一緒じゃん。これ色が違うんですよ。ほんまや。黒と赤と白があって、はいで黒普通書くの黒なんですけど、はいちょっと黒が目立ちにくい時に、赤使ったりはい白使ったりするんで、黒いねショップラインとかあモールとか、りますね。扱う時あるんで、そういう時に赤とかはい白に登場してもらうんで、うんもうこれ刺さってます。で基本というかよくみんな持ってるマジックがあったり。そうですね。これを太マジックですね。太の黒。あとボールペンですね。を富で。これは KY 書いたりするのにね。そうですね。いりますよね。いりますし。ありがとうございます。危険予知。の書類。空気読まれへんちゃう。懐かしい。今使えへんねん KY。あいつ KY やなとか言わへんね。死後になっちゃったですね。でここは刃物コーナー。刃物ですね。ナイフホルダー。どっちも使うんですか？このカッターナイフと電光ナイフと。そうですね。どっちも使えますね。なんで使い分けてるんですか？電線太ももとか抜いたりするときは主にナイフ使うんですけど、はい VA も
裂いたりする時ナイフなんですけど、段ボール開けたりとか、コンボ話。そうですねとかそういうの切ったりする時はやっぱカッターナイフですね。段ボールをねあんまり切りすぎると切れ味悪くなるんで、またナイフやったら研がないといけなくなるんで、そういう時はもうカッターナイフでいきます。そのくるくるめんどくさくないですか？これですか？これ使ってないですね。でしょ。それなくなったりするしね。そうなんですよね。でこれ逆ネジなんですよね。ですよね。なんかややこしいですよね。そうなんですよ。もうロックはしないと。ロックは基本しないですね。だからロックするような力入れる作業をカッターナイフでしないんで。危ないしね。そうですね。そういう時はもうナイフでいくようにしてますんで。軽作業向けですね。そうですね。段ボールのテープピッとやったり。そうですね。とかあとは石膏ボードをちょっと直線的に切ったりとかする時用にカッターナイフでいきます。はい。これは定番のというか昔からある不二家ですよね。そうなんですけど、ペンチは違うんですけど。ほんまや。ペンチはこれ違うんこですよ。れ黒金しかなかったんじゃん。これ黒金なんですよ。黒金のグリップを、従来の不二家のやつに入れ替えて。不二家怒られるっすね。ちょっとね大きい声で言えないが。へえ、わざわざ黒金を取ったんですね。もったいないというコメントはどんどんください。ある意味斬新で、ほんなら不二家の同じような形のペンチのも持ってるってことですね。あります。それをビュンと剥がしたと。そうですね。抜いて入れ替えて。抜けるんですか？抜けますね。ドライヤーでずーっと炙って、でグリップ性のいい手袋でズボッと引っ張れば抜けるんで。でまたそうですね。で熱いうちにまた入れればそれで接着剤固まってくれるんで。すごいな、おもろいな。このペンチが良かった理由はやっぱここのネジ直しがね欲しかったんで。しかもこれ磨いてません？いやこれもともとのメッキです。こんなピカピカやったかな、黒金のやつって。使い込むと多分いい感じになるんでしょうけど、まだこれ新しいんで。そういうことか。へえ。ついこの間ストーリーにあげてました。そうですね。もう1ヶ月経ってないかな。まだこれは面白い。これは？それは電工名人ですね。不二家のニッパー。これは普通のニッパー。それはもうその状態で、キャップつけてるぐらいですね。キャップつけてるぐらいです。ゆうさんとちょっと東日本行った時にはこれは誰もしてなかったですよね。してなかったですね。関東では流行ってないみたいですね。何ですかそれってみんなに言われる。でもこれっていりますかね？いや正直ファッションですよね。ファッションですよね。そうなんですよ。これ聞かれたことがあって、それって何のためにやってるんですかって言われて、特に意味はないなと思いながら。なんか一説によると昔はよくこのケツが破れおったからそれでかぶせてたっていう話あるみたいなんですけど、今はないみたいですけどね。関西の人はよくやるのか。結構やってる人おる。俺もやってた。なんか取れて勝手になくなったりもするしね。そうなんです知らん間に。でここがペンドラとドライバー。このペンドラとドライバータイプ使ってる人珍しいというか分かりますよね。ペンドラだけなのか。そうですね。このタイプするとやっぱこんだけ飛び出すんで、特に僕長に使ってるから余計なんですけど、刺さるから嫌っていう人もいるし、やっぱ分けときたいっていう人がいるんで、このタイプのサック使ってる人は珍しいですよね。あえてなんでこれにやっぱちょっとね、やっぱスペース有効に使いたかったっていうのもあるんですけど、この3段2個入れたかったんですよ。そうなるともうちょっとニックスのラインナップやったらもうこいつしかドライバー入れれるのがなかったんで、ドライバー入れてニッパー1丁かニッパー2丁っていうのはあるんですけど、3段がなかったんで。そういうことですね。これは自分でやったやつですね。これはクラインを煮込みました。クラインさんはね、もともとこれ黄色なんですよね、確か。そうですね、黄色ですね。だけどこれは SDN 取るんですか？ SDN です。 SDN でオレンジに煮込んでピカピカしてると。山田さんにあげてたやつですね。交換したんか。交換してうちにやってきた黄色がまたこういう風になりました。結局、クラインのドライバーって高いじゃないですか。高いです。なぜ良さは？やっぱこの先端がやっぱクライン強いんですよね。舐めにくいっていうか飛びにくいっていうかなんで、ちょっと型って滑っても先端かけないんで、寿命が長いっていうのはあるかなと思うんですよ。ただグリップが樹脂なんであんまり力入れるとここから割れてっていう人はよくいるんですけど、でもそれを加えてもどっちかっていうとクラインが好きで使ってる人の方が多いかなと思うんで、ファンじゃないですけど、昔使ってて一回割れてそこからずっとベストでやったんですけど、今回ちょっとまたクラインに戻った感じですね。こ
これたまにコンセントに入らんサイズありません？クラインは入りにくいんですよ。にくい。ちょっと太いんですね。そうなんです。でそれがためにここにああ、やっぱりか。一応こいつを控えさせてるんですよね。僕の黒金も多分太いんですよ。そうたまに入らないんですよね。多分ねこの山のこの角度だと思うんですよね。こっちがベッセルなんですけど、ベッセルのがちょっと薄いんですよね。あ、ベッセルやったら入るんですか？そう、ベッセルはスコッと入るんですよ、綺麗に。コンセント工事する人におすすめはベッセルと。ベッセルですね。ベッセルやし、なおかつ僕ら普通持ってるの2番っていうマイナスじゃ、2番っていうか6だったかな、太い方じゃないですか、これのもう一個細いタイプがあるんですけど、5番でしたかね、あれの方がフィットするんで、あっちを住宅とかでその埋め込みよくばらす人はあっちをやっぱみんな持ってますね、わざわざ。それがね、多分この宝山のこの先端のとほぼ同じサイズなんですよね、マイナスが。これはなんやかんやあったら便利ですよね。これは結構使いますね。値段考えてもやっぱ持っとくべきかなと思いますね。でもこれのいいとこは片手でできますもんね。そうなんです。ここでこうマイナスやったら胸に当てながらとかで、そうこういう作業になるけど、これが一つでできると。親指入れてズボっていきますからね。しかもこういうところにかけとけるからね。これ5、600円ですもんね。それぐらいですね。これは1個持ってて損ないですね。TK200 安いです。電気工事し受ける時もこれやったら結構便利。何番でしたっけこれ？16ぐらいでしたっけ、ロックナットの番号ね。ここがロックナット回すとこで、ここが10かなんか回せるんですよね。そこ8、10か。あれですよね、トルクビスですよね、ボッコンとかの。そうです。あれ飛ばすための。8かな、8の。これはリングスリーブを押さえるとかね。小スリーブがそのサイズでしょ。小スリーブか。で、この流れで、ドライバーがなんで2個あるんですか？ちょっとメーカーさんには申し訳ないんですけど、こっちが叩くようなんですよ。もう本当は貫通ドライバーに変えたかったんですけど、これが前使っててちょっと先端がへたってきたやつが叩き用になってたんで、もうそのまま使ってるんですけど、どうしてもねクラインこの樹脂なんで、アクリル樹脂なんで叩けないんですよね。だから叩く用でまた別でマイナスもう一本持ってるっていう状態ですね。どうですか、クラインで叩き用が出たら欲しいですか？クライン叩き用出たら買いますね。やっぱ合わせたいんでね。なんで作らんのかなと思うんですけど、ないんですか？向こうでそういう文化がないんですかね、叩くっていう。僕はもうずっと貫通使ってきてるんで、なんかクラインはかっこいいなと思うんですけど、ここだけなんですよ。ここをやってくれたら買いたいんですけどね。ちょっとさすがにちょっと見本のメーカーじゃないから僕らの声は届きにくいかなと思いますけど、クラインに入れときます。出たら買います。ここは何にも刺さってない、こことここは何も刺さってないんですけど、ここが開口とか多い時に引き回し刺さったり、ハサミ刺したり、あと圧着作業やる時にアッペン刺したりとか。アッペン刺さります？アッペンね、ミニのアッペンあるじゃないですか。それこことここに綺麗に刺さるんですよ。ミニっていうの2までこれぐらいのサイズのやつあるじゃないですか。ちっちゃいハンディサイズの CE 握るやつとか、リングスリーブで中までのやつとか。でもね、僕ねそれ耳切ってたからな。ここ切ってるんやね。ここをね切るとね入るんですよね。そういうことね。それでみんな切ってんね。そうですね。確かにここが邪魔しておるんですよ。ここをね飛ばすとね綺麗に入るんですけどね。ちょっとそういう改造してあげないといけないんですけど、入るんで。刺してる人とかも多いですもんね。そうですね。だから大きいサイズになったらもうその刺し方ですね。あとエアコンやるときここにモンキー刺したりとかしますんで。その日の仕事内容用に都度開けてるというか入れ替えれるように開けてる状態ですね。トミネラボですね。そうですね。それはトミレンさんの限定のワッペンですね。神田コート。神田さんでお世話になってるんでいただきました。これいるっすよね。それは便利です。たまに現れますね。この板がいるとこ。しかも磁石になってるんですね。これ先端磁石がついてて、いらない時これ外せるんで。すげえ。これ便利です。これアネックスやったかな。もうこればっかり使ってますね。いいですね。これはいいです。あとそれ用のビットがあるんで。マイナスであったり。マイナスとか3番とかこれ1番ですけど、一応持ってます。であと車に六角もあるんで、X のやつこれあったら狭いところでも何でもいけるんで。
そんな値段も高くない感じですかね。それ、はい、1000円ちょっとぐらいやったと思います。買えるですね。手書き失敗した時用に消しゴムですね。消しゴムは入れます。消しゴムありますね。使いますこれ？それはこの間4日連続使いました。コーキング。コーキングヘラ。手ではやらないタイプですか？手ではいかないですね。もうマスキングしてヘラでいっちゃいますね。どっちの方が綺麗なんですかね。まあ慣れでしょうね。僕もヘラで慣れちゃったんで、でそれで綺麗にいくため用にもちょっとヘラも改造してあるんで。どう改造してるんですか？先端のこれ普通はこういうかまぼこ型なんですよ、先端。はあ、はあはあ、丸いんですね。丸いです。それこの形やったら角にフィットしないんで、ちょっと削ってフィットするように形変えてるんで。そういうことですね。これはガラス屋さんにこれを教えてもらいました。そうやった方がいいよと。これの方が絶対ええでって言われたね。あとはまあサンダーで削って終わりですけど。奥深いですね。コーキング一つにしてもね。そうですね。うまい人めちゃくちゃうまいんで。ね、これは感覚的にテスターやな。まあまあ基本のというかね、皆さん持ってるテスターですね。僕は日置派ですね。日置いいですね。便利です、そのカーテスターは。ね。あそこなんでいらないやつじゃないんですか？あ、引き回しの替え刃か。あ、替え刃か。電光ペッカーいるやつだよね。お、ビクタいや、それは富士安。ー。あれ？新しく出た色近いのやつじゃないんですね。これは違う。昔からのやつですか？これは前からあるやつらしいです。へー。富士屋のFVA101。ははは。これもたまたまちょっと関東行った時職人さん持ってて、はい。知らなかったんですよ。そのオレンジのストリッパーがあるの。僕も初めて見たかもしれないです。しかもここだけの話、ちょっと富士屋の営業さんに、はい、オレンジの富士屋のストリッパーないのって話して、はいはい、オレンジはなーみたいなこと言ったんですけど、はい、ポソッとあったんですよね。ほう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 。で慌ててちょっと神田さんに言って問い合わせてもらって買っちゃいました。あややんからしても嬉しいですね。ついに見つけた感じでした。新しく出てるやつはザ・オレンジはないんですか？ビクターのはないですね。ないんですか？ないんです。青とか赤はあるけど。そうですね。これの色違いが黒金であったりビクターであったりですね。ああ、そういうことですね。筐体は一緒なんで。はい。で、これはまあまあもう定番になってきましたね。みんなつけてる。デンさんの。最近なんかバリスティックのが出てるみたいですね。ニックスのやつ出ましたね、ついにね。買わないですか？ちょっと悩んでるんですよね。今これで収まっちゃってるから。だいぶフィット感が良すぎるんで。めっちゃフィットしてますね。綺麗にはまっちゃってますね、これ。自分でやったんですか？鍋で。いや、これ全く何もしないです。何もしなくてはめ込んだだけ。多分車積んでたら車内熱でいったかなって感じですね。あ、これもしかしてつぼちゃんですか？これもしかしてつぼちゃんですか？はい。つぼさんのブライト900っていうめちゃくちゃ削れるやつです。これ増田2期が初め買ったやつですよね。増田2期におすすめしたの僕です。お、実は確か増田2期より若干早く買ってたと思うんです。増田2期なんか自分が走るみたいな感じで僕の YouTube で紹介してましたけどね。いやでもね、存在はね2人とも同じぐらいで貸してたんですよ。ただ手にしたタイミングほぼ同時やったんですけど、やっぱあれっすよねみたいなので盛り上がったことありますよ。まだ僕しか持ってないんでぐらいの勢いで2期は言うんじゃないかな。もしかしたらタッチの差で向こうの方が早かったかもしれない。でその後に松本さんに「これすごいよ」って言われて、さすがやな、兄貴よしとんな。もうでもそれ増田2期ので見たよみたいな。まあまあちょっとじわじわ広がっていってますね。でもね、安い買うのは絶対これがいいですよ。コスパ考えても寿命長いし、やっぱ結構よく削れるんでストレスないんで。確かに削れそうな感じがします。僕ももうヤスリ歴長いんでこのザラザラ感削れますね。なんかね、このメッキが強いらしいんですよ。このメッキのおかげでなんか目詰まりしにくいし、刃こぼれしにくいってメーカーさんがおっしゃってました。ブライト900。デンさんは持ってるんですか？僕はね、ヤスリはいっぱい持ってるんですけど、つぼさんは持ってないですね。歴は長いけど。歴はなんかいろいろ買ってるけどね、ネグロスのやつとかも買ったんですけどね。ダクターヤスリありますね。残念ながら使いにくかったです。あれはもうちょっと改良してほしいですね。あれはちょっと使いにくかったね。欲しいなってところですよね。発想はいいんですけどね。なんかこう L 型になってハンガーレール用にちゃんとしてくれてんねんけど、なんか使いにくいなっていう。なんか削ってるというか、ただ滑ってるだけの感覚なんですよ。そうなんですよ。結局時間かかってるような気がして、ネグロスさん改良お願いします。期待してます。はい。ライト好きですね。ライトはもう必須なんで。
それねボタン横なんですよ。あ、でここで調整。いや調整もこっちなんですよ。これ何なんですか？そっちねブーストモードって言って、はい一発でマックスで光るんですけど、そはいっちでやるとすぐ電池切れるのと、こいつがめちゃくちゃ熱持って壊れちゃうんで、はい今その後ろのボタン封印してます。あ、回路切ってるんですか？はい。広角とかはないんですね。それはないんですよ、そいつはね。もうあれっすね、電池入れる時代って終わりましたね。そうですね。これも USB でしょ？それも USB です。ねタイプ C なんで、まあだからやっぱね、車で充電できるっていうのは大きいですよね。お、めっちゃ明るいやん。あ、こうやったらめっちゃ明るなんですね。そうです。あと長押しでこうじわーっと無段階調整できるのもあるんで、一回つけて一回つけて。長押しすると徐々に明るくなってくほら。る。で点滅したらそれがマックスなんですよ。ここれいくらですか？れは高いですね。これ高い1万円ぐらい。高っ。スルーナイトっていうやつなんですけど、おお。1万円。多分ねキャンプとかねミリタリー系好きな人は知ってるメーカーなんですけど、ほうアメリカの警官とかが使ってるやつなんですよね。この1万円に2000円で買ったらどうしようかやってみましょうか。おちょっとね、カメラなんでね、明るさは僕らの判定になるんですけど、いいですか？そっちもいいですか？2000円の2000円じゃあそれ1000円か。これ2個で1000円ですけどね。じゃあこっちのマックスいってみます。これがマックスですね。今これぐらいです。あ、やっぱりこの1万円の方が明るいね。ただまあここピンポイントですよね、ライトやからね。ねえ。やっぱり明るいわ。まあでもこれでも照射範囲広いんで、この価格円のやつ確かにね。天井裏とかねかなり広く照らしてくれるんですよ。へー500円やけど。範囲はこっちの方がいいですね。そうですね。でも狭いとこ明るくするのはこっちですね。そうですね。ってことでした。まあこれは基本のというかね、みんな持ってるまあ持ってないとね。怖いです。まあもうこれね、もう何回も僕のチャンネルでやってるんですけど、こうやって使うやつです。この前ハッシーが僕の YouTube やってくれた時に、はい。これね、電線の外に当てても光るんですよ。ああ、すごい誘導でね。普通やろみたいいや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 。な。マッサージ機に突っ込まれてて、ハッシーそれ普通のことやで、マッサージ機も。まあ電気屋さんにとっては普通かもしれないです。あれは検電機天然ですね。検電機もいけるやつなんで。青でライト付き、なんか。おいいねこれ。はい。で VA の上からいけるんで。 VA の上、 VA 被膜にポンって当てれるんですよ。被膜にポン、どういうこと？通電してる被膜にポンって当てたら上から来てるか来てるか分かるんですよ。普通の検電機で分かるんです大概。大概。うんまあ、ごめん。水たまりでもかける田島。へえ、こんなんもあるんですね。そうですね。それはまあもらったやつですね。あ、これポンチですね。あ、それポンチですけど、ちょっと先端が尖ってないポンチですね、これ。何に使うんですか？これはコンクリートとか壁はあ開けるときにそのポンチ打つやつで、鉄用のポンチはまた別でドリルの箱に入ってるんですよ。え。飛びさんが使うような感じですね。アンカに近いかもしれないですね。ー打つ時のね。本来なんかピン抜きらしいんですけど、なんかこの機械とかのははは。軸止めてるピンに抜くために。はいはい。で、出すとか。ドライバー。これはあれですね。手袋のそうですね、テレ袋挟むためにつけてるやつです、ね。こういうタイプもあるんですね。それもともとなんかテントを引っ張るためのやつらしいんですよ、これ。へえ。あ、本来の用途とはちょっと違う。はい。それで僕の気づく範囲はというか、大体見たんですけど、はい。あとなんかこう、これも変わったのあるよみたいなのあります？あ、ちょっとね、よっチャンネルさんの方でもやったんですけど、こ伝説の。のスケールに違和感を覚えないですかね。なんかこう、ないなっていうのは見えますね。そうですよ水だけが見える。普通のスケールのクリップってこっち面についてるんですよ。はいはいだからこうじゃないと引っ掛けれないんですけど、ああ、確かに。それを反対向きにフックつけてるんで、はい。でこうすることによって、まあ、右利きの人って大体普通左に持ちますよね。はい。で伸ばして、まあ、毛書きしてで収めて、まあ、右に戻す人は右手に持ってこうする、はい引っ掛けると思うんですけど、左にする人って引っ掛けてる人ってこの収めた状態から左に引っ掛けようと思ったらほうほうほう。一回こうひっくり返さないとはい引っ掛けれないじゃないですか。でこの
ひっくり返す動作が煩わしいのと、はよくこれで落としおったんで、それが嫌で反対側にフックを移設したんですよ。1秒ぐらいの変化ですけど、もうこれだけ秒を大事にしてると。いやこれだけねかなり違うんですよ、ちゃいます？特に長尺の上登ってる時に、はい、ポロッと落としたりするとまあ落下防止つけろよって言われる話なんですけど、まあ、落下防止って言っても落としたらまたこう持ち上げなあかんじゃないですか。それが煩わしいんで、もうすぐ出して伸ばしてまた収めれるようにこれちょっと反対向きに改造したんですよ。確かに僕は右につけてるんで、伸ばしてこう持ち替えてこうやね。そうですね。これがなくなるってことですね。そうですね。でこの時に落とすと。それとか、まあ、はい、左につけてる人は、まあ、戻してこう回さないとつけれないんで、はい、この回す時に手から落ちるっていうのがあるんで、それが嫌なんで自分で付け替えたんですけど、意外とねでもこの左手で使えれるようにこっちにフックをつけてくれっていう職人さん多いみたいなんですけど、まだメーカーさんとこも採用してないみたいなんで、採用してほしいですね。してほしいですね。で左利き用になるとこのメモリが逆になるらしいんですけど、左利き用ではなく左手用が欲しいっていう話らしいんですよね。左手で使う。別にメモリは逆向いててもこう読めるんで、確かに。なのでこっち向きにフックをつけれるか、もしくはもう付け替えれるコンベックス出してほしいですね。ここに飾りとかもあったりですね。そうですね。ここに大松みたいなピュンってつけれるやつとかね。そうですね。付け替えれるやつだったらこっちとこっちのフックとの化粧のカバー入れ替えれるようにしてくれたらね、もうちょっと見栄え良くなるかなと思うんで。上から装飾品みたいなのも出してくれたりですね。出してほしいですね。これはどっかのメーカーさん待ってます。お願いします。ということで腰道具ありがとうございました。はい。あややんはこの腰道具以外にもね、亀甲縛りとかあとは金車とかね、結構その電気の技術的な動画も僕配信してるんで、そういうのでも協力してくれてます。でね、僕らの方でねちょっとやりたいことがあってね、高校生とかのね、とこにね行きたいですね。講座というか、まあ僕ら電気屋とか、まあその建築業界はそんな、まあ確かに汚い職場ではあるけども、昔みたいにそのおっちゃんばっかりじゃないし、まあ僕もゆうさんも今そうですけど、まあ作業服とかもかっこよくなってるんで、そういうなんかファッション系も見た目もかっこいい職人さんも増えてるっていうのと、ちょっとアピールしたいなっていうのはありますけどね。それで現役の電気工事職人にちょっとスピーチしてもらいたいとかね、ちょっとした講座してほしいという学校があれば、ぜひ連絡ください。お願いします。はい。ということで、あややんの、革の腰道具編はこの次にまた配信しますので、ぜひ見てください。お願いします。ってことで前回ね、赤タグの方、そうですね。あれは外用？あれは外とか汚れてしまうって言ったらあれですけど、最初の仕込みとかポリっぽいとことか向けですね。オールジャンル用ですね。そうですね。今回は室内の仕上げとかですか？そうですね。主に仕上げとか。逆に家とかを汚したくない時とか用になるんですかね。はい。で、なんと新しく組み上がったということで、今から見ていきたいと思います。はい、では、このテーマはオレンジと青ですか？オレンジと青と、ここが迷彩になってるのもあって、それに対して黒をちょっと差し色で。チャラい感じですね。ちょっとチャラくしました。迷彩があったり、黒があったり、青があったり、多いですね。だいぶやりましたね。これ、まあ今見ててもかっこいいんですけど、さっきね、配管の講習してた時に後ろから見てかっこいいなと思って。ありがとうございます。じゃあ見ていきます。じゃあまあ前と同様サック系からいきましょうか。はい。この補助体ですね。こんなん売ってるんですね。これもまあさっきの赤タグのやつと同じようにワンタッチの普通のまあズボン用のベルトなんですけど。はあはあはあ。青系探してた時にたまたまこの柄見つけたんで、これいいなと思って買いました。これはあれですか、腰道具用として売ってるやつではない？そうじゃないですね。これも普通のズボン用のベルトなんで、だからちょっと幅が狭いんですよね。ズボン用のベルト、これとかは？これはデンさんの補助体用のループなんですけど、バラ売りってことですか？そうです。これ単体で買えるんで。僕のと色違いです。そうそうそう。純くんは黒やね。はい。黒で、ここはあえて青ので、こっちも青、グラデーションみたいにしてるんですね。そうですね。バラバラでいってます。ここは前も出てきたテクニックですかね。あ、ちゃう、これはタイダウンと別か。そう、これはまた別なんですよ。このベルトはまあ従来のやつみたいにこのサポーターとベルトのずれ止めがもう固定で塗ってあるんで、この位置変えれないんで、ただまあこの補助体のベルトを入れるとちょっとスペース無駄になるんで、そこでちょっとアルミのこのプレート使って後ろにこう入れ込んでる状態ですね。普通はこう1個ずつ山をこう
塗っていくんですけど、裏に通してこの補助体通して表に出してくるっていうので終わらしてるんで、だからここのスリットが2個余ってるんですよ。ちょっと開けてみていいですか？こっちの方が見やすいかな。ここ。ああ、そういうことですね。ちょっと広げていいですか？こうなってるんですね。これがベルトです、ウィーンってなってるんですね。そうですそうです。このどうしようもできひんとこを有効活用してるというか。そうですね。まあこっちの方がちょっとプレートが見える面積も増えるんでいいかなと思ってね。これもなんか人それぞれですよね。この編み方っていうんですか。ね、表から編む人、裏から編む人、もうこうやって半分だけ編む人、いろいろですね。ちゃんと止まってるんですね。止まってます。ちなみにこれはアルミなんですか？これはアルミですね。これ全部アルミ使ってます。高いやつですね。はい、チタンよりは安いですけど、はい、いっちゃいました。これなんかざっと計算しても結構な金額やろなんです頭で計算してたんですけど、はい、これが何本ぐらいするんですか？それ1枚ね、8000弱が1234567枚。いや、9枚。これも123456789ですね。7万2000ぐらいですね。ざっくりと。これは1本何本ぐらいなんですか？こっからここのこのチェーン。チェーンがこの3連の組で、これももしかしてアルミですか？これも全部アルミです。3連の組が7000円ぐらいかな。3連とアルミプレート1枚そんな変わんないですよね。変わらない。チェーンとプレートがほぼ同じ金額。ほんなら1万5000円ぐらいですか？これでそうですね。ワンセット1万5000円ぐらい。が12399何本？ざっくりも13万5000円。13万5000円、はい、13万5000円。えぐいな。上だけで13万5000円でこれもそうですね。何本ですか？カスタム染め入れてもらって3万8000円。あ、普通のコショウからさらに染めてるんですか？そうですね。これはオレンジにこう全部染めてもらったんで、はいはい、その染めのカスタム代がまた別でかかってるんですけど、じゃあこれで17万3000円ですね。これはこれが2連が8000、9000円ですかね。1万円ですね。どれ18万も約1万ぐらいですよね、サックってそんなんなんですね。大体全部1万ですか？平均したら1万円になりますね。これが1万2000円とか、これがまあ1万ちょっととか、これが8000円とか、そんなんなんで、19万20万21万。これはこれも1万2000円ぐらいかな。21あ万。それもカスタムっすよね。これもカスタムで、これはまあ最近出たこの全部バリ巻きのやつなんで、前でもなんかバリ巻き黒の従来品とかでうんだいたい1万2500円とか、そうですね。バリ巻きがちょっと値段上がったですね。そんなにカスタムでも値段変わんないですね。そうですね。数千円、2000円いくかいかないかぐらい。これも1万ぐらいですか？これも1万ぐらいです。22万。はい。これもそれも1万2000円ぐらいか23万。これは赤タグやからそんなに。な。3000円ぐらいだったかな。これちょっと小高のめっちゃ高なりましたよね。そう、これすっごい値段上がって、僕昔ニックスハマった時買った時って1500円だったんですよ。今3000円超えとるから。あ、そうなんですか、うん最近高くても2300円とかやったんですけど。しかもこれ中状態用やから高いですよね。そうです。あ、でもこれベルト、これタイタンのやつですけど、これで1万2000円ぐらいやったかな。1万2000か1万8000か。25万。これは安いですか？これ3000円ぐらい。25万3000。まあ26万ぐらいですね。そうですね。ざっくりとね。道具なしで。はい。ちょっとね、みんな多分お金知りたがってるんでお金いきましょうか。お金出しましょうか。これが1万ちょい。ペンドラが今ちょっとマキタ値段上がっちゃって、今1万6000円ぐらいです。さっきに26万までいきましたっけ？はい。27万6000。これは自家塗装。これ自分で染めました。ほんならまあこの金額はなしにしときましょうか。2000円ぐらいですかこれ？ 2000円ですね。27万8000。2000円、2000円。28万2000。28万2000円の5000円の4000円、これ9000円から29万2000円しましょうか。これが3000円のこれが5000円なんで、30万ですね。これ高いでしょ新しいやつ。それがね8000円、1万8000円かな、8000円ぐらいですね。31万ぐらい。31万。ちょっとこれやりだしたらきりないですね。31万で、この辺もこれ全部で多分1万ぐらいするでしょ。ソケットとか入れてね。32万。スケールあり、水平器ありやから33万。約こんなんも入ってくるしね。約34個かかっとんちゃうんですかね。34ですね。ちょっと今回先に総額を調べてみたんですけど、35万円ぐらいですね。いってますね。年と一緒ですか？ほんまやね。あ、痛いとこ疲れた。なんか年齢の分だけ財布にお金入れるとか、そんなんあるじゃない。ありますね。年齢の分だけ背負ってるとか。金かけるっていうよくかけました。ってことでちょっと脱線したんですけども、どこまで行ってましたっけ？まあここまで行きましたね。これがそのバリスティックのバリスティックカスタム。そうですね。バリ補強のヌメ革のカラーカスタム。かっこいいですねこれ。はい。一番いいやつなんですかね。一番そうですね。ガラス側の次にいいやつですね。ペカペカしてるやつね。そうですね。あ、カッシーですね。カッシーね。カッシカッシー。これが
これさっきも見たやつですね。そうこいつにも入れてます。でこれが3段。3段ですね。これはあえて何も入れてないんですか？そうですね。ここだから配管作業したりとかするときにここをずん切り回し入れたりとかフリーにしてるとこですね。これは2段。それ2段です。これはハサミ入れたり、ハサミ入れたり、まあ引き回し入れたり、ああとまあアッペンとかモンキー刺す時もありますし、アッペン入るんですかこれ？アッペンはねグリップ側しから入らないですね。あー頭からやっぱちょっと狭いんで。ここはこのタイプがやっぱ好きなんですね。そうですね革になっても。はい。博多具とほぼ同じレイアウトですね。お、あ、これが3段。これ3段です。ここ入るんですかなんか？ここはねもうちょっと広げてやるとニッパー入るんですけど、あーちょっとまだ皮が伸びきってないんで、モンキーぐらい。そうですね。まあ使ってない時とか車積んでる時はここにもう一本ニッパー入れてちょっとずつ広げてってる状態ですね。にモンキー入れたらちょっと邪魔になるんかな。ちょっと出るかもしれないですね。難しいとこっすね。ミニやったらいいかもしれないですけどね。やっぱこの辺もちゃんと刃が出ないように考えられてるんですか？ですね。これナイフケースなんで、もうナイフ専用で下ちゃんと覆われてるやつなんで。で、ここに水平器。あ、これはさっきと同じサックス。ちょっとまた違う新しいですね。そうですね。これは補助体のこのベルトのとこにはいこれつけれるように、この部分ア挟んルミでるのかそうアルミのフラットバーを曲げて作ってで塗装してで補助体に挟み込んでる状態です。この辺はニックスですけど、これはフラットバーを自分ではい、それは自作です。曲げて、これもフラットバー。そうですね。こんなちょっとした湾曲よう曲げましたね。もうペンチでグイグイグイっと。ミニ S みたいな。はい。で、自分でパターン開けて、うん、そうですね。ボルナットをトで挟み込んで、はいで動かない。ガッチリいってます。こっちで、ここに水平器がこうやってできるよと。アイディアっすね。はい。ここのやつはやらないんですか？今なんかこんなやつ。アタッチメント。ありますね。アタッチメントもちょっと考えたんですけど、ここにアタッチつけるとちょっと低いかなと思って位置が。これはだいぶ上に上げてるんで、まあサックの上にかぶってもそんなに邪魔にならないかな。アタッチメントにすると多分この辺ぐらいまでかぶってくるんで、これはビニテ専用ですか？主にビリテですね。これはあれですね。前のと違って普通のというかタジマのタイプ。そうですね。セフタイプですね。でもそれ改造してるの知ってました。これスケール、はい。はい。あ、さっきと一緒かな。そうですね。さっきと一緒でまた引っ掛け反対にしてます。ああ、これを。これをほうほうほう裏表逆にして。これは何入れてるんですか？ここはまあ今からですけど、まあ仕事をしてた時ビス入れたりとか、まあ和語入れたりとか、そういう感じで使ってます。資材ですね。はい和語とか血入れたりする日もあれば。そうですね。作業によりけりですね。 V ストリッパーウエストリッパー入れ入れ結構刺さるんですね。結構入ります。ストリッパーとペン関係と、ここにも入れようと思ったら入れてるんですね。横もポケットついてるんで入れれますね。まあゴミ箱があってポケット関係、はい。ワンタッチ派ですか？そうですね。今回もワンタッチで組みましたね。ワンタッチが好きなんですか？ちょっと慣れてきたらやっぱこっちの方が楽かなってなったんで、あーまたワンタッチにしました。まあよく右側にインパクト引っ掛けるんで、赤タグの時はねちょっとフラットバーで作ったんですけど、これ同じ手法じゃちょっとあかんかったんで、うん L のアルミのアングルをちょっと切ったりして加工してここにインパクト引っ掛けれるようにインパクトフックを自分でこれ作りました。一体型ってこと？いやこれここの穴にあるんでボルトで縫ってるだけ。これ下はニックスでこれ自作。すごっ。どうなってんの？でニックスからも出てるんですけどインパクトフック、はいそれをつけようかなと思ったんですけど、ここポーチつけたからちょっとはいはいはい引っ掛けるスペースなくて、なんでちょっともうオフセット前にオフセットさしてるんで、なんで自作なんですよ。これどうやって作ったんですか？ここはまあこれは穴開けてそうドリルで穴開けてすごい。そういうこと？ヤスリで削って、もともとこれ25の25の L アングルなんですよアルミの、はいはいそれをまあ自分でマジックで墨書いてでバンドソーとかで切ってしてこの形に作るんです。これも切ったってこと？そう切った切って作ったってこと？切って作った。めっちゃ綺麗や。まあこれちょっと今大きいの出してもらいましたけど、これまあパンチングやから穴開いてるんですけど、使ったやつはもっとこれの半分ぐらいの幅の穴開いてないやつなんですけど、それにこのまあ通せるようフック引っ掛けれるようにまず最初に穴を開けます。でちょっといらないところをこうバンドソーで切って落とし肉そぎ落として、でこのニックスのベルトループの元々のこの穴を使えるように同じピッチで
ネジ穴開けてでボルトナット止めしてる状態ですね。だからこう L になってるんですね。そうなんですよここが。下と上の L 型ですね。なんか切った感がないっすよね。L になってる。いやもうだいぶ今そういうものかと思ったら、自分で切ったってかなりこうヤスリとかでなんとかした感じですか。もうでもほとんどあれですね、成形はまあサンダーでカップつけて削ってやってるんでそんなに手作業なかったですね。で黒でスプレーで塗ったそうですね感じですね。はい。これはすごい。種川さん暇なんですか？え暇なんですか？いやこれを仕事終わって家帰って夜な夜な近所の迷惑帰り水やる。そういう作業スペースがあるんですか。ないです。なので自宅のガレージでやるんでインパクトの音とか夜中11時とかにごめんなさいと思いながらってことであややんの腰道具サックとかばっかり入れ物ですかね。入れ物ベース入れ物関係ばっかりをちょっと触れていきました、で次回は道具もいろいろこだわられていると思うので道具編に行こうと思います。次回の動画のサムネイルなど貼っておきますのでぜひ見てください。であややんはねインスタなどでね活動してまして Twitter と概要欄にリンク貼っておきますのでぜひフォローしてみてください。今日のカメラマンはじゅんくんでした。はい。最近ね動画あんま出てくれないですけどカメラマンとしてネズミと罵られてショックです。アンチコメントそういうのをねはい。なくなっていくように僕からもはいアンチさんに言うときます。努力します。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。前回あややんのこの腰道具の、サックであったり袋であったり、入れ物っていうんですかねについて見させてもらったんですけど、今回は、道具もいろいろパッと見た感じこだわられてるなと思ったんで、道具をゆっくり見ていきたいと思います、はい、今パッと見た感じ青赤って感じなんですかね。そうですね。今回は赤タグの方はオレンジ系でまとめて、今回はちょっとベルトに合わせてちょっと青系でちょっと揃えました。これはビクターの、マイナスドライバーニッパーついてきた買った時についてきたんですよ。小高がそういうキャンペーンやってたんで、おまけみたいな、はい、これを買った時にそうです。で使ってると。そうですね。黒のプラスっていうのそうか、例のごとく貫通用に使ってるようですね。はい、ちょっと無茶するようでマイナスは持ってるんだけども、はい、これだったら叩いたら多分割れるからこっちで使ってると、これはこだわりはそんなにないというか、せっかく持ってたのもあるしちょうど青だったのではいはい、使わせてもらおうと思って。これかっこいいですね。ピカピカして。これちょっと田島の豪圧なんですけど、はいもともとこれ滑り止めのグリップのゴムがついてるんですけど、引っ掛けを反対向けたくて、はいはい、でどうしてもその側めくらないとできなかったんで、めくったらこうギンギラギンになっちゃったっていう。要するにこのゴムとかがついてたけどわざわざこれをバカーンと剥がしたんですよね。そうですね。ここが一緒ですもんね。はい。剥がした上にここを外してこっちに付け替えたってことですね、はい、ってことです。これ持ちやすいですね、意外と。そうですね。ゴムの方がもう僕ちょっと指短いんであまり大きいとやっぱ手から落ちちゃうんですよね。はいはいはい。ここも反対向きになってると。はい。これは前の動画で解説してるんで見てください。で水平器。水平器はこのタイプが好きなんですか？そうですね。やっぱスイッチの開口寸法になってるのもあるんで、もうそれで使い慣れてるんでずっとこれ使ってますね。これってどうなんですか？落ちたら割れやすいんですか？割れやすいんで、はい、ちょっとこれも加工してるんですよ。もともとこれ新品で買った時ってこの角がものすごくとんがってるんですよ。でその状態で落とすとちょっとアクリルの特性上すぐ欠けるんで、なんで欠けにくいように買ったらすぐにここ面落としするんですよいつも。これすることによって落としてもほとんど欠けないんで。そうなんですか？はい、これ使ってるって欠けるに悩んでる方ぜひ削ってください。この辺とか剥がれたりしないんですか？その削る時に。これね掘ってあるんで大丈夫なんですよ。ほうらしいです。ワンポイントテクニックをもらいました、はい、ここはミニドライバー、はい、狭いところに板ラチが入ってるんですね、はい、板ドラか検電機。ほなこの道具用、この腰道具用に道具も2個買ったんですか？はい、もうワンセットあります。でボールペン。ボールペンもうちょっと青に合わせました。手袋。手袋ぐらいですね。手袋ぐらいですね。でこれはですね、デンさんの樹脂の、はい。でなんか僕の腰ちょっと、このデンさんのやつ入れたら飛び出したんですよ。はあ。なんかすっぽりちょうどの高さになるっていう人もおれば、ちょっと飛び出るっていう人もいて、でこれちょっと飛び出たんで上だけ少しカットして短くしてますけど。既製品よりちょっとこう高さを。そうですね。でも僕のも飛び出ますよ。ああ、やっぱ出る。検電。はい。
天然機やっぱ日置がいいですよね。日置ですね。やっぱライトついてるからうんちょっと天井裏とかも見やすいですし、いいですね。このライト好きですね、こういう系の。そうですね。やっぱ天井裏覗いたりとかするときいるんですね。全く一緒っす僕の。一緒のやつの一緒っす。ジェントス。4段階で明るいんですよ。うん。ここでいいかな、さっきのよりは暗くないですか？先のよりは暗いですね、ねこれはやっぱりどうしても。いくらぐらいなんですか、これ。2300円か500円か。うん。リーズなんですね。うこれは電池。ん。炭酸2本ですね。これは田島のあれですか？田島のハサミですね。バリットバサミやって。はい。ここで使うんですか、やっぱり。あんま使ったことないですね。ハサミとしか使わないんで。これは配管をやするようですか？らしいですけどね、うんなんかこうインチとか19のやつこうグリグリって、あはい、内張り取るようにっていうことらしい配ですけど。管も鉄管もできますよ。鉄管。はい。鉄管の中ってことやんな。中。うん、あとはうん。 L アングルを切った時とかほうほう。ちょっと角のバリがあって、でも大体の人ヤスリ持ってないとかいう人はうんうん。それこすったら取れるんで。へえ。こうこすんの？そうです。試したことない。その溝に沿って合わせて。ああ、なんか取れそうな気がする。確かにヤスリって毎回入れてたら重くなるもんね。そうですね。入れてない時ありますね。やっぱ安い長いから飛び出ますしね、はいどこ入れてても。邪魔ですもんうね。ん。マキダのペンドラ。そうですね。これ綺麗に色入ってますね。はい、今回は染めました。グラデーション。わざとですか？わざとです。あ、確かに濃い薄い。そうなんです。濃いく薄くなって濃く薄くなってっていうのをちょっと作りました。どうやるんですか、そんな。あ一個の鍋に入れるんじゃないですか。一個の鍋なんですけど、はいつける時間を変えていくんですよ。大変そうやね。これ全部ばらしてジャポッとつけて、はいでそのままこうじっとすると綺麗に筋が入っちゃうんで、こう若干縦に揺するんですよ。はあはあ。縦に揺すりながら時間経ったらどんどん深くしていってってするとこんだけ綺麗に染まるんですよ。どんぐらいかかるんですか、その作10分かかんないです。業。あ、そんなもんできるんですか。これぐらいの色入り始めもう1分ぐらいでこんだけ色入るんで、うんだから全部染めるにまあ5分もあれば。要するにこれをハウジングをばらして、はい、ここだけになるんですよね。そうですね。でこの状態からつけていくんですね。そうですね。でここまで水があってはい。ピュンピュンピュンってやっていくんですか。そうそう、段階を経てどんどん深くしていっなるほて色を変えていくっていう。谷川さんは暇かもしれないです。暇ですね。何言われるそれ。これも同じくはい。緑に。これはまあもともと黄色なんで、はい青で染めたんですけど、ほうほうまあ、やっぱ緑になったなーって感じなんですけど、ただまあこう刺してた時にてっぺんがこう青色なんで、はいまあ見えてる時も青で統一できるからいいかなと思って。青に見えるこれ。白じゃない。文字は白でしょ。これ白ちょっと視聴者さんもまあちょっと水色ぐらいかな。いや水色にもなってない気がしますね。あれ俺色彩おかしい？色も暇なんですかやっぱ。暇。多分青色にしたかったっていう思い込みでもう青に見えてる。妄想癖あり。これ100人見て99人ぐらいは白やと思うけどね。やばいな、今回の動画で俺は暇で妄想癖あり。これは妄想癖です。ちょっとね、あややんが合ってるっていう人もね出てくるかもしれないんで、まあ動画越しやからねあれやけど、僕と潤くんは白かなと。白やね。白ですね。白か。アンケートを取りましょう。お願いします。でここはビクダーですね。これは元々の色ですか？いや、これはここ白なんですけど、そこを黒に塗りました。これ塗ったっていうのは染め球で。はい、マスキングして。そうですね。このビクダーブレスでも黒青出てるんじゃないですか？で黒は出てます。でもわざわざ直塗装したってことですか？そうなんですよ。プラスの方にこのずん切りのやつがないんですよね。修正。修正が。ああ、それでか。なんでシリーズ合わせたかったんで。はい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 。そういうことですね。そういうこだわりですね。そのペンチの刻印めっちゃかっこいいですよね。初めて見たさ、これ。しかもビクタープラスはここにあるからなんかやりやすそうやなと思って。そうですね。富士屋の黒木の後ろですからね。だからちょっと回しにくいんですよ。こうね、つまみにいけないですからね。こうやってやりやすそう。まあでもその分ちょっと絵が長くなるからあ場所によってあれなんかな。でも回しやすさは絶対こっちでしょうね、場所的には。お、これは何ですか？お、これは何ですか？クニペックスのカッターなんてあるんや。はい、そのクニペックスのカッターナイフです。渋いですね。これはちょっと変わったカッターナイフです。どう変わってるんですか？普通のカッターナイフってまあ刃出すとこうね折れたりするんですけど、このクニペックスのカッターってガイドがついてるんですよ。へえ。これを出すとこいつが刃を押さえてくれるんで刃がしならないんですよね。力かける作業がこのナイフでできる。通常刃ちょっと長いと
まあ、こういう感じにしなりますよね。そうですね。これガイド出すとこうしならないんで、はいはいはい。どうしても長い状態で力入れたい時にこいつが出てくるから折れる心配がなくこう作業できるっていう優れもんで。でまあ、あとここに刃が2枚入るんで4の刃が合計3枚そうですね。フルいけるってことですね。はい、いけます。めっちゃおすすめですこれ。あ、リンゴも使ってるの？使ってないですけど高いんで買わないであ、す。そう、何もするんですか？これで5000円ぐらいします。カッターで5000円は高い。高いでしょ、ね。そうなんですよ。ボディも全部アルミなんでははは。だから割れることないんで樹脂と違ってアルミボディです。ちょっと触って、あ、ほんまにアルミや。ちょっとこの辺がちょうど色剥げてるんで。あ、これ塗ったんですか？いやいや、これもともとこのクニペックスカラーなんですけど、あ、しかも刃もクニペックスの刃なんですね。そう、これ最初クニペックスの刃がついてるんですよ。あれ買えばはクニペないんすか？クニペの買えばまだ見たことないね。ただ規格がこのカッターナイフの刃の規格を作ったのがオルファなんで、だから日本のオルファとか田島の刃は別に普通に合うんで。 L ってことですね。ですね。刃の刻印がちょっとみんなと違うのだったらかっこいいですよね。うん。これめっちゃかっこよくないですか、皆さん。渋い。チラ見せおしゃれ。僕もオルファだとみんなと被るからわざと立場にしてるんですよ。ああ、そういうことな。電光マック。デコマックの赤。赤。あ、前のオレンジでしたね。前のは黒っす。あ、黒。黒が標準なんですけど赤も一応あるんで、今回はちょっとナイフゾーンを赤で揃えてみようかなと思って。これ塗ったんですか？これはハンマーホルダー塗りましたね。これは前のっていうか赤タグの方のはい。金箔塗った余りで。ああ、そうですね。で、ハンマー。ハンマーも青く塗ってるんですか？いや、これもともと青です。この赤いのは何ですか？あ、これ反射テープですね。現場の中でちょっと暗いところで使ったりとかあったんで、うんまあ物なくさないようにと思って。ああ。スリッパ。スリッパ。これ新しいやつですね。これビクターの限定ですね。どうですか？限定の青。使いやすさは変わらないんですかね？かなり使い勝手はいいですけどね、やっぱ。まあこの機能的には何か変わってるんですかね？いや、一緒です。黒金のともあー富士屋のとも一緒なんで。色だけがそうですねいろいろ選べるようになったということで。 4色あったやつですね。これはバネの改良のみですね。あ、でもこんなんついてなかったんちゃいます今まで。ゲージついてるはずですよ。ビクターの白はついてたと思うんです。こっからってことですかね？こっから50の黒金もでも金で入ってなかったですか？いや、どうやったいやー、入ってなかったはずやで。あ、でも違うわ。こっからやったら60あるっすよ。あ、こっからやね。ちょうどこの刃の部分ですね。下の動く刃のとこからですね。この向き白なんかもどの場所でやったらどれくらいで向けるって覚えてるやか。参考にはなるってことですね。うん、そうですね。ペンいっぱい使ってますね。ペンいっぱい触ってます。ここも3色あります。黒赤白と。前の動画でね、はい説明されてたように場所、用途によって変えると。こっちはあれなんですね。小石堂じゃなく、いや、これ小石堂です。これ小石堂の新しい方。あ、シャープ変身。はい、このクリップがバネ式に限定でピンクと紫があったやつの黒赤白のこれレギュラーの方ですね。でもこうやって皮が傷むから挟んでないんですね。そうですね。まああとそんな奥まで入らないんであーこれが浅いんで。そうやな。はい。この辺りは結構前と似た。そうですね。あれとほぼ変わんないですけど、こっちには 3.5 があるのと17のソケットが首振りじゃない。そうですね。レースウェイとかああいう金属系触る作業をするときは赤タグ使う方が多いんで、あっちにレースウェイをつけてこっちは普通の17ソケットにしてます。こっちはあれですもんね。配管というよりかは店舗とか。そうですね。店舗とか住宅、あと家庭用のエアコンちょっとやるときぐらいとか。なので鉄関係はそんな触らないから別にヤスリもいらんし、そうですね。レールも使うこともそんなにないと。はい。ってことで、一通り見させてもらいまして、重さ測ってみましょうか。測りましょうか。じゃあ今から重さ測ります。今からね、重さね、ちょっと測ろうと思ったんですけど、現地でね、されなかったんで、あややの方に、また家で測っておきます。この腰道具と、あそこにあるんですけど、前回出てきた腰道具と、この重さ、ちょっとテロップで、ピロン、ピロンと入れますので、そういう感じでいきます。はい。で、前のあっちのシリーズで撮るの忘れてたんですけど、ちょっと巻いた姿、せっかくなんで、こっちからいきましょうか。いいっすね。ミックスシャツと一緒に映える姿ですね。この画角めっちゃ綺麗。いい感じ。綺麗やな。青がかってんな、後ろの真ん中のやつが。いい感じやな。職人やな。ほう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 。ありがとうございます。次あっち行きましょう。
そのやっぱあれが目立ちますね、チタンのね、あ、ここですか。焼き付け加工が。ちょっとさりげなくね。てかだいぶバランスいいっすねこれ、うん。道具の。そうだね。前神田さんでちょっとハンガー引っ掛けさせてもらった時に、神田さんのとこのハンガーが左右のバランス取れてないと傾くらしいんやけど、こっちのやつピタッとまっすぐ止まったから、ちゃんとバランス取ってるんや。右左の重さがちょうどいいみたいな。そのたんすか？いや、まあ、若干狙いました、おーやっぱり。再バランスよくないよ。はい。あざっす。ってことで、腰道具撮影ありがとうございました。まあ、これから腰道具組まれていく方が、この腰道具チャンネル、腰道具動画を見てくれる方が多いんですけど、はいまあ、アドバイスといいますか、どういうところから始めていけばいいかなっていうので。僕もニックスまだ1年ちょっとなんで、はい前ユウさんのやつ出させてもらった時は、いろんな電産とかフジアとか組み合わせたやつだったと思うんですけど、はい別にニックスにこだわらなくてもやっぱ使い勝手がいいのとか、その最初に手が出る範疇っていうのはあると思うんで、無理のない範囲で自分が仕事しやすいように組んでいくのが大事かなと思うんで、そこからニックス憧れてたらニックスステップアップじゃないですけど、行ったりとか、そこからいじるの面白くなったらカスタムしていくとかはいでいいんじゃないかなと思うんで、15年ぐらいですかね。今、電気屋歴は、バイト時代から合わすともう20年近いですけど、 18年ぐらいはニックスでなかったところですよね。そうですね。で、1、2年前がニックスになって、なぜこうニックスにしようかなっていう心がある人ですか？ちょっとニックスを知った時からちょっと憧れあったんですけど、はいやっぱちょっとまだ手が出ないっていうはいはいかはのもありましたし、ですけどちょっとユウさんと知り合って、はいやっぱニックス使ってる職人さん知り合い増えたのもあって、はいやっぱかっこいいな欲しいなってなったのと、使ってる姿を見ても使い勝手良さそうだったんで、はいはいで思い切っていっちゃいました。ニックスにして良かったことはありますか？やっぱり仕事がしやすくなったのもあるんですけど、コミュニケーション取りやすくなりましたね、現場で。淳君とか。はい、そういうのもありますし、多職の人でもやっぱ、はい電気屋さんその腰すごいねとか、それ高いやつちゃんとかいいやつやんっていうので、大工さんとかともそれ仲良くなれるんで、現場やりやすくなったのはありますね。ほんな仕事がしやすいだけじゃなくコミュニケーションツールとしても活躍してるっていうことで、そうですね。はい、集まりとかありますもんね。ありますね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。あややんはインスタとツイッターとやってますんで、ぜひフォローしてください。ここに画像と概要欄に URL 載せておきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。